毎度毎度、いちこチャンネルコウタです。では前回に引き続き、シャドウストーカー、探偵気取りな黒猫ロンド、やっていきたいと思います。では、コンティニュー。ファイル2。さあ、前回は消失したピザの行方というのもやらせていただいたんですが、今回は3章から、透明な影の真実という題名でやらせていただきたいと思います。いやー、楽しみやね。前回同様ツッコミどころが多いゲームなんでしょうか。お、なんだレディース&ジェントルメン、ミラクル斎藤。本日はミラクル斎藤の世紀のマジックショーへようこそ。ミラクル斎藤よ、かっこいいんかこの人。今日もマジックで私たちを魅了して。ではまずはこの剣を使ったイリュージョンを。お、あれちゃん、剣が失敗して実は刺さってしまうみたいな、よくありがちなパターンかな。これはどういうことなんだ。どういうことなの。キャーって何。どうした失敗して剣が刺さったか。というわけで事件で呼ばれてきました。黒崎です。本日は黒猫ロンドにご依頼いただきまして誠にありがとうございます。勇ましい女、ご託はいいのよ。さっさと推理の方を始めてくれるかしら。慌てないでください。まずはミラクル佐藤さんに事件の概要の説明を願います。ミラクル佐藤さん、お気は大丈夫ですか。慌てずゆっくりと喋ってくれて結構ですよ。生きとるやないかい。はい。あれは今日の16時でしたね。いつもようにマジックショーを始めました。今日もたくさんのお客様が来てくれて最高潮な状態でしたよ。いざマジックを始めようとすると、なんとびっくり、私の影が消えているではないですか。なんかホラーみたいな展開やな。私は衝撃のあまりショーどころではなくなりました。自分の影が消えるなんてこれまで一度もなかったことなのに、そこはプロに徹しろ。それで本日のショーは中止になったと。それはお気の毒でしたね。では事件の概要が分かったところで皆さんの自己紹介をお願いいたします。簡易的で構いません。それぞれの役職もお願いします。ミラクル佐藤、27歳、マジシャンをやっています。一応この会社では一番有名です。どの会社？趣味は星占いを少々。占い系は昔から好きですね。少々落ち込みやすい性格なもので、今回の事件の自分の影がなくなったことも一時的とはいえ大変ショックなものでしたよ。勇ましい女、あたいは月島キラ、21歳の女だ。あたい呼び珍しいね。この会社では照明や音響の担当をしているスタッフなのな。あたいはおどおどした男っていうのがイラつくんだよ。今回のミラクル佐藤もなんだい、自分の影がなくなろうが気にするんじゃないよ。まあプロに徹するって場面では賛成かな。はあ、くだらない事件に巻き込まれちまったもんだよ。マジシャン系の男、ミラクル佐藤と同じくマジシャンをやっています。パラレル川口、30歳と申します。舞台は2部構成となっており、前半は佐藤さん、後半は僕が担当の予定でした。一番有名な人が後にやるんじゃないの、こういうのって。佐藤さんは非常に繊細な方ですので、今回の件で仕事に支障が出ないか心配ですね。髪の長い女、私は機材整備や清掃を担当しているものです。全員スタッフやな。名前は谷口マリア、25歳って言います。今日は昼までの仕事も終わったところなので、あとはショーが終わるまでゆったり過ごしていました。そうですね、いつもは裏からショーを見ながらお弁当を食べてます。今日もその予定でしたよ。なるほど、皆さんの詳細は分かりました。それでは各自事件が起こった時に何をしていたかと気になるような点があれば伝えてください。また私の方からも気になることがあれば質問をしますので、その時は答えるようお願いします。
それでは順番にどうぞ。今回は剣を使ったマジックをする予定でした。剣が1本から10本に増えるマジックですね。よく箱に入って剣を刺していくみたいなマジックではないんかい。16時になり、ショーが開始したと同時に、まずはそのマジックから披露するのを想定して、私は剣を右手で握っていたんです。右手ね。するとどうでしょう。ふと後ろを見ると自分の影が存在しないんです。私は影が消えたとパニックに陥り、その場にいた観客たちも全員が呪いと思ったでしょう。ホラーゲームなら怖いんやけど、このゲームに関しては多分ツッコミどころ満載の推理が始まるんだろうな。剣を使ったマジックから起こった出来事なのかな。キーワード、剣を入手しました。なんか RPG みたいやね。剣を入手しました。バカバカしい。呪いなんてあるわけないじゃない。きっと影が自分の意思で出ていったに違いないわよ。いや、その可能性も薄いやろ。どっちもバカバカしいわ。あたいはショーが始まる30分前までは、谷口と次回以降に使う新しい機材の打ち合わせよ。ずっと同じ照明器具じゃパッとしないでしょ。そろそろ新しいものに変えようかと思ってたところなの。ショーが始まってあたいが佐藤を照らした瞬間、彼の後ろに影がないことにはちょっと驚いたけどね。照明器具を新しくしようとしていたか。照明器具の関係で影が見えづらくなったのかな。照明を入手しました。僕は後半の出番などで控え室にいました。少し早めの夕食を食べていたところです。ってことはお昼過ぎぐらいからやってたのかな。失礼ですが、夕食は何を食べていましたか。関係あるんかい。神戸牛を使った和風弁当でしたね。それがどうかしましたか。差し入れの弁当豪華やな。いえ、特に理由はありません。続けてください。今回はカードを使用したマジックの予定でしたね。内容はカードを異次元に飛ばすというものですね。すごいマジックやな。もちろん実際に異次元に飛ばすわけではないですが、ショーが始まったと同時にステージにカードをばらまくところから始める予定になっていました。異次元に飛ばすわけではないとかマジシャンが言うな。まあ結局僕の出番はなかったんですけどね。次回のマジックショーでは披露してみたいものですよ。カードを異次元に飛ばすマジック。キーワード、カードを入手しました。私はショーが始まる30分前までは月島さんと新しい機材の話をしていました。ショーが始まってからは裏からお弁当を食べながらショーを見ていようと思っていたところでしたね。さっき聞いたやつよな。先ほどステージ内を操作してみましたが、掃除などもあなたの仕事なんですよね。はい。昨日は床の塗装が剥げていたのでちょうど塗り直したところです。ちょっと待って、その塗料が黒かったからとかいう理由ちゃうやろな。あとは各種機材の整理整頓が主だった仕事内容ですね。塗装、確かに綺麗に黒くコーティングされてましたね。おい、もう嫌な予感がすんぞこれ。塗装を入手しました。出た。解明シーンです。わかりました。今回の事件の真相と犯行のすべてが。今のだけでもう分かったんですか。もちろんです。シャドウストーカーに不可能など存在しません。今回の事件に必要だったキーワード、それはこの2つとなってます。もうこれは照明と塗装でしょうね。え、それは照明と塗装です。これは神隠しでも怪奇現象でもなく、この2つを利用した簡単なトリックというわけです。では私の影は実際に消えたわけではないと今確認してみ。もちろんです。これは犯人が佐藤さんをパニックに陥れるために仕組んだものなのです。まずこのショーの設備で使われていた照明はすでに古く、ある程度みんなが熟知されていたことでしょう。また犯行には黒い塗料が使われ、床全体を黒くコーティングしていたのです。
これは床をきれいにするのが本来の理由ではなく、今回のトリックのためのものだったのです。きれいに黒く塗られた床は影を侵入しづらくするため、あとは台本通りに照明が落とされることが分かっており、一定の角度に照明が照らされると影が消えたようになるということです。私をパニックに陥れるためにこのような巧妙なトリックを仕組んでいたとは。誰なんですか？今回の犯行に及んだ犯人の名前は？それでは本題に入りましょう。今回の犯人、この照明と塗料のトリックを利用したのは、どっちやろう。多分考えるにこの月島キラさんかマリアさんのどっちかなんやろな。塗料でも塗った言うて掃除してた言うてたし、マリアにしてみるか。谷口マリアさん、あなたが犯人で間違いありません。私が犯人ですか？図星を疲れて動揺していますね。まずは事件について説明いたします。あなたは何らかの理由でミラクル佐藤さんをパニックに陥れたかった。もともと気にしやすい彼のことです。自分の影がなくなるなどすれば驚いてしまい、マジックどころではなくなるでしょう。犯行の動機は何だ？そこであなたは自分の立場を利用し、床を黒いペンキでコーティングしたんですよ。あとは先ほどお話しした通りです。照明が台本通りにある一定の角度で照らされれば、ミラクル佐藤さんの影が消えたように見えてしまう。どうですか？正直言い逃れはできませんよね。あとは事件の動機を喋ったらどうですか？なぜミラクル佐藤さんを狙ったのかをね。ほんまに犯人か？犯人だったわ。愛していたのよ、パラレル川口さんを。こいつを助けるためにってことか。一番にさせたかったんだな。だから一番にしてあげたかった。彼をマジシャンとして一番にさせたかった。そのためにミラクル佐藤が邪魔だったのよ。自分の影が消えて動揺すればマジックどころじゃない。やがてはマジシャンとしてのトラウマにもなり引退するはず。そうすれば私の愛した男パラレル川口がうちで一番のマジシャンになる予定だった。谷口さん、あなたはそこまでして僕のことを、自分の欲求のために行う軽率な行動、それらが自らの行為を闇に染めてしまったんですね。行動やったわ。今回の件は大いに反省してくださいね。あなたのしたことは一歩間違えれば第1級犯罪レベルです。そこまでか。ですがこれで一件落着ですね。シャドウストーカーの新たな歴史の1ページです。お前に刻まれていく1ページはなんかろくでもない事件ばっかりやな。お疲れ様です、黒崎さん。僕が海外出張に行ってる間に事件を解決とは、さすがに驚きが隠せませんよ。海外出張に行くほどこの授業を手広げてんのか？依頼があれば行くだけ。それが黒猫ロンドの名探偵です。ワトソンも海外出張お疲れ様です。今日は疲れたでしょう。各自休むとしましょうか。ええ、また事件がある日にお会いしましょう。黒崎さんの次の活躍を楽しみに待っていますよ。意外にでかいんやな、この会社っていうかこの探偵事務所。海外出張やて。黒猫ロンドの名探偵黒崎ロンのおかげで今日も事件が解決した。果たして次はどんな事件が彼女を待つのか。そして彼女が探偵になった理由とは何なのか。それは辞書で全て明らかに。最後の謎、探偵の理由、ご期待ください。その探偵になった理由っていうのは知りたいかもしれんけど、もう事件については解決するまでもないような事件ばっかりやけどな。じゃあ最後、この最終章、最後の謎、探偵の理由いきます。スタート。さあ、なんで探偵になったんでしょうね。そこまで気にはなってないんですけど、聞いていきましょうか。黒崎ロン、また亡くなっている。何が？いつもそう。
誰がこんなことをしているのかしら。何がなくなったの？黒崎さん、また例のあれですか？僕も詳しくは知りませんが、黒崎さんが追っているという犯人、その人があなたを探偵とした理由なんですね。ワトソン。ええ、それが私が行動する理由だから。それで、あなたが来たということは、やはり新しい依頼？はい。今度は本当に大きな事件です。大きな事件が来たんちゃう？今までのような遊び半分とはいけませんよ。今までのような遊び半分とか言うな。半分やったんかい。私はいつだって本気よ。行きましょう、ワトソン。案内してちょうだい。ワトソン、それは言ったらあかんかったみたいやで。俺もうすうす思ってるけどな。美術館前に到着しました。事件があったのは先にある美術館です。さて、まずは事件についての説明に入りましょう。事件はこの美術館での展示会で起こりました。内容はとある絵画の盗難となっています。おお、すごい。まともな事件やで。盗難？随分と物騒な事件ですね。はい。事件当時、美術館にいたのはたったの4人。おそらく犯人はその中でしょう。今からその4人に来ていただきます。自己紹介の後、事件当時の詳細を調査願います。わかりました。ではその4人をこちらに。先に現場検証せんでいいんか？こちらの4名ですか。この方たちが事件当時、美術館にいたのですね。というよりワトソン、あなたも美術館にいたのですか？ええ、僕は芸術品が大がつくほど好きでして、今回の美術館の出展も大変楽しみにしていたんです。それだけに今回の盗難はショックが大きいですね。意外と多趣味な方なんですね。それはそうと順番に自己紹介をお願いいたします。今回は事件当時に美術館にいたのはあなたたち4名のみですので、犯人はこの中にいます。自己紹介もとても貴重な資料ですのでよろしく。太田茂、40歳。この美術館の館長をしています。今回は全80作品の絵画を展示しておりました。絵画以外にも工芸品を多数展示しております。その中でも盗まれたものはコープスフールと呼ばれる時価8000円はするほどの高価な絵画です。もう高価じゃねえんだよなそれ。時価8000円、あいつが大量に買える金額じゃないですか。それは被害も相当なものでしたね。いやいや、ポケットマネーの額、もう美術館に飾るようなもう額じゃないそれ。ウィス、どうもキヨです。ロックバンドな男。なんかまあ突っ込まんとこうか。この事件で君に出会えた奇跡に感謝。美術系ビジュアル系ロックバンドをやってます。今回は自分の知性を磨くために美術館に来た感じです。キヨ、聞いたことあるような名前ですね。言うな、俺も頭に浮かんでる今。言うなそれは。ビジュアル系ロックバンドのキヨさんですよ。黒崎さん知らないんですか？もう深掘りせんでってせん方がええ。やばい。口からブレーキ音が出せるということで一躍有名になった日本のトップスターですよ。いやもう俺この人のセリフ読めなくなるからやめなさいそれ言うの。僕大ファンなんですよ。後でサインもらっちゃおうかな。それは有名人にお会いできて光栄です。ですが事件は事件です。公平に行かせてもらいます。自分はこの展示会で警備員をやっている桜田源氏、25歳です。今までいろんな場所の整備を任されましたけど、警備か。こんな芸術品に囲まれた場所は緊張しますね。自分がいながら盗難が起こってしまったのは大変心苦しく思っておりますよ。やばい、さっきのロックバンドの人が出てきてから動揺してセリフがうまいこと読めてね。皆さんありがとうございます。皆さんのことがなんとなく理解できました。それではこれより事件の詳細を確認させてください。館長の
館長の太田さんより順番にこの時の状況をお願いします。私が資料室でファイルの整理をしていた時、館内がざわめき始めたのが聞こえてきたのです。しばらくすると警備員の桜田源氏君が来て、私に絵画がなくなったと説明してくれました。私が館内を見ると、確かにコープスフールの絵画はきれいさっぱりなくなっていたんです。失礼ですが、館内の防犯カメラの映像は、芸術は目に焼き付けるものです。カメラの類は禁止にしています。無論それは防犯カメラも例外ではありません。館内には一切取り付けておりませんよ。いや、防犯カメラはつけとけ。防犯カメラは取り付けていなかったか。キーワード、防犯カメラを入手。ウィス、どうも、キヨです。みんなごめんね。これ、キヨさんの大ファンがおったらごめんなさい。俺は自分の美意識を高めるために、今回この美術館に来たってわけなんだわ。さっき聞いた。コップスフールの絵画ももちろん見たね。でっけえ絵画だから印象にも残ってる。失礼ですが、絵画の大きさは2メートルくらいだったか。俺の背より少し高いくらいだったぜ。他の絵画が50センチくらいだから、亡くなった時はさすがに俺も驚いたぜ。絵画はかなりの大きさ。キーワード、絵画を入手しました。館内2階の警備をしておりました。今回被害に遭った階と同様の階ですね。私が警備をしている間は特に異常はなく、最後にコープスフールの絵画を見たのは18時30分頃だったでしょうか。他の芸術品の警備もあるので館内を回っていましたが、次に見た時は絵画がなくなっていましたね。つまりは桜田氏が第一発見者ということですか。はい、その後は急いで館長に報告に行きましたよ。キーワード、第一発見者を入手しました。普通なら第一発見者を疑えのパターンちゃうんかい。ワトソンです。僕見てしまったんですよ。実はしょうもないこと言うなよ。18時50分頃にコープスフールの絵画が一人でに動くところを、もうこっち返すな、ややこしいことなるから。あの絵画は生きていたんです。だから犯人は絵画自身だったんですよ。もうあんたは黙っとれ。その後あなたはどうしたんですか。追いかけようとしたんですが、急にお腹が痛くなってトイレに行ってました。トイレが優先かい。トイレから戻ったら騒ぎになっていて、僕が4人の中で一番遅い到着になりました。まったく大事な時にトイレとは。トイレを入手しました。そこか、拾うところ。キーワード他に拾うとこいっぱいあったやろ。わかりました。この事件の犯行と全ての真相が。正直今回は全てのキーワードが大切です。ですがその中でも特に重要なキーワードがあります。その2つのキーワードはこれしかありません。なんだ、ちょっと待って。トイレと第一発見者、防犯カメラと第一発見者。普通に考えたら防犯カメラと第一発見者じゃないの。防犯カメラは確かに存在せず、犯人に隙をつく有効なキーワードかもしれませんね。ですが犯行のトリックには使えないと思います。そこまで重要なことになるんですか。自分も確かに第一発見者ではあります。ですがだからどうしたという感じですね。確かにこの2つを決定的なキーワードにするのは決定打に欠けていますね。それでは改めて本題に入るとしましょう。正直間違えたんやな。どうしよう。トイレ関係あるかこれ。いや、ワトソンが犯人とかちゃうやろな。じゃあもうトイレと絵画やってみるか。ひどい。僕を疑うなんて友達でしょ。確かに重要なタイミングでトイレに行ったことは謝りますよ。でもそれをキーワードにすることはないんじゃないですか。まあ私も少々根に持ちすぎました。持ってたんかい。冗談はこれくらいにしておきましょう。大事な事件とか言いながら冗談言うな。だから本気度が伝わらへんねや。それでは改めて本題に入るとしましょう。じゃあもうトイレはキーワードにできないんだったら、もう最後防犯カメラとこの絵画しかないやんな。合ってたんや。
それは防犯カメラと絵画の2つです。防犯カメラ、それは存在しないものなはず。はい、存在はしません。ですが、それこそが犯人の隙を作る要因だったのです。まず、ワトソンが見たという生きる絵画。あれは見間違いではありません。その動く絵画、そのものが犯人だったのです。じゃあ、動く絵画をキーワードにしろ。もう、ちょっと喋らないでほしいな、今。おいおい、冗談はやめろよ。お前まで結局、絵画が生きて動いているっていうのか。俺たちはそんなコントを聞きに来たわけじゃないんだぜ。本題はここからです。犯人は絵画そのものと言いましたが、もちろん絵画が生きていたというわけではありません。当たり前やないかい。絵画の大きさは2メートルもあり、ちょうど人と同じくらいある大きさとなっています。つまり犯人が絵画そのものになりきっていたということになるのです。絵画になりきっていた。じゃあ僕が見た絵画って、はい、犯人と絵画の両方を見ていたんです。絵になりきった犯人をワトソンは自分できちんと見ていたということになります。そして犯人はそのまま防犯カメラのない展示場から抜け出して絵画を盗んだんです。今回の事件、展示場の穴をついた初歩的なトリックだったというわけです。そしてこの犯行が可能な人物はこの人以外存在しません。やばい。まずこの上から2番目の方はちょっと選択はしたくないんで、まず桜田源氏行ってみよう。桜田源氏氏、あなたが犯人で間違いありません。なぜこの自分が犯人であると。立場ですよ。あなたは自分の警備員としての立場を利用したんですよ。この美術館には監視カメラは存在しない。故にあとは警備の目をかいくぐるだけで犯行が可能。それなら警備員自身が犯行を行えば、残るは客の目をごまかせばいいだけのことです。客おらんかったやろ、この4人しか。そこであなたは考えたんです。絵画と同化すれば怪しまれずに済むと。実際ワトソンには見られましたが、それも絵画が生きてるという勘違いで済みましたからね。目撃者があんまり頭良くなくてよかったね。普通絵画が生きてるとならんからね。まだ事件からそんなに時間も経っていません。おそらくご自分の乗っている自動車の中にでも絵画を隠しているのではないですか。さすがは名探偵。シャドウストーカーの異名はダトではないということだったか。あなたが事件現場に現れてからいつかこうなると思っていたが、こんな簡単に事件が解決させられるとは。乾杯だ。あなたの言う通り絵画を盗んだのは私だ。家に飾りたくてつい行動を起こしてしまったんだ。時価8000円やったら買え。欲望という闇が招いた惨事ということですか。悲しい事件ですね。ですがこれで一件落着ですね。シャドウストーカーの新たな歴史の1ページです。これでなんで探偵になった理由になるんや。無事に解決しましたね。今回の事件も大手柄ですよ、黒崎さん。黒崎さん、もしかしてまた悩んでいるんですか。あなたが探偵になるきっかけになった事件、その犯人についてのことを。そろそろ教えてもらえませんか。あなたを悩ませるその事件というのを。なんだろう、アイス。私の食べるアイスを誰かが取っているの。しょうもな。ちょっと待って。ものすごい深刻なシリアルパターンで来るんかなと思ったら全然ちゃうかった。いつもそう。嫌いな野菜とかは取られないのに好きなものだけ盗まれていくの。私は絶対に犯人を見つけ出してみせる。それがシャドウストーカーなんですから。お前ちゃうんかい取ってんの。それって単に美味しいから自分で食べてるんじゃ。その可能性があるのか。やめろ。いえ、黙っておきましょうか。彼女のおかげでいくつもの事件が解決していく。黒猫ロンドの探偵さんには
これからも頑張ってもらいましょう。自分でアイス食ったことすら忘れるような探偵に何を頼めるんや。なあ、教えてくれ。あ、終わった？シャドウストーカー、探偵気取りな黒猫ロンドン。制作、エジ・エジェネスタさん。いやー、楽しかったね、このゲーム。なんか普段からさ、この頃ホラーゲームしかやってないから、たまにはちょっとバカゲーやってみたいなーとか思いながら探してたんやけど、すごいさ、立ち絵もすごい綺麗だし、もうその題名からさ、うわ、これ面白そうと思って選ばせていただいたんだけど、すごくね、楽しかった。まあみんなもよかったら遊んでみてほしいな。よし、エンド。ツッコミどころ満載やったね。このツッコミどころがあるゲームっていうのはすごく楽しいね。お、終わった。ではみんな、シャドウストーカー探偵気取りな黒猫ロンドン、第2部まで分けて今回、配信をさせていただいてるんですが、どうでしたでしょうか。もしいいなと思った方、高評価やチャンネル登録などしていただければ幸いです。では次回の動画でお会いしましょう。ほなな、またね。